こんにちは、なおです。今回は戦国無双5体験版を PS4、PS5、そして任天堂 Switch でプレイした場合の戦闘画面やロード時間の比較を行いたいと思います。一体どの程度の差があるのか、皆さんが購入する際の参考にしていただけたら幸いです。もし動画が気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは早速行ってみましょう。まずは PS4 をプレイした時の映像をご覧いただきましょう。こちらは PS4 Pro ではなく通常の PS4 になります。さあ、ロード時間からですね。ロード時間果たして何秒かかるのか。まだ4分の1、3分の1もいってませんね。さあ、どうでしょうか。今10秒を過ぎましたね。12。一気に加速して16秒02といった形でしたね。さあ、そしてここからは続いて戦闘画面ですね。実際の戦闘画面もお見せしたいと思います。体験版ということなので、まだそれほどね大量に敵が湧くっていう場面ではありませんが、少しでもね参考になればなと思います。この程度の敵の数であれば格付きは全く感じませんね。 FPS はどの程度出てるんでしょうか。60はちょっと厳しいかなといった印象です。もちろんこれが PS4 Pro だったり、あとはですね SSD に乾燥している状態ですと、もっとねロード時間やこのね敵の動きと滑らかになる可能性はあるんですけども、あくまでも PS4 通常の PS4 だとこのような形ですね。さあ、今無双奥義も試しに使ってみたんですけれども、これでも特に画面が重くなるっていうことはなさそうですね。さあ、そして、中ボスの本田忠勝ですね。こいつを倒すところまでとりあえずお見せしたいと思います。さあ、ボス戦ですね。なるべくね周りにこう敵が映るような形で少し負荷をかけつつお見せしていきたいんですけれども、そんなにねまだ体験版、しかも序盤ということで敵がねわちゃわちゃ出てくるような状況ではないんですよね。さあ、どうでしょうか。雑魚敵も吹っ飛ばしてみますが特に変化はないですね。さあ、そして最後にね、じゃあ無双奥義でとどめを刺してみきたいと思います。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの。さあ、あえて敵の中に突っ込んでみましたが特に、重くなったりもなく、はい、これで無事に本田忠勝撃破と。全然撃破できてない、微妙に残ってる。さあ、そしてね最後にとどめを刺して弾かれて、攻撃弾かれてとどめといった形ですね。今見ていただいたこの程度の数であれば、それほど、通常のね PS4 であってもそれほど重くなることもなく、十分にねプレイできるんじゃないかなといった印象でした。続いては PS5 でロード時間、そして戦闘画面の映像をご覧いただければなと思います。ここからは PS5 でプレイした時の映像です。さあ、まずは先ほどと同じく戦闘開始前のこのロード時間ですね。ロード時間からチェックしていきたいんですけれども、速い、圧倒的ですね。先ほど通常の PS4 では約16秒ぐらいかかっていたんですけども、 PS5 では 2.44 秒でロード時間が終わりました。さあ、それではねまた先ほどと同じように、通常のね戦闘画面とご覧いただければなと思います。このくらいの敵の湧き具合であれば先ほどの通常の PS4 と比べてもそれほど画面の格付き滑らかさと違いはないんじゃないかなと。なんだ、戦わねえのかよ。返り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。ただ皆さん注意してくださいね。これですね PS5 版をやっているんではありません。あくまでも PS4 版を PS5 でプレイしているに過ぎませんので、もしね今後 PS5 版が、発売されたらその時はねもっと滑らかに敵の数が増えたりっていう可能性はありますので、今回はあくまでも PS4 版をただ単に PS5 でプレイしているだけになりますので、その点、間違えないようご注意ください。勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉そっくりお前に返すぜ。
今回も先ほど同様に本田忠勝を倒すあたりまで、ちょっとねご覧いただけたらなと思います。ここに陣取るのが最善だろう。さああえてこう敵のね中心に突っ込んでいってなるべく負荷をかけた状態でお見せしたいんですけれども、まあね体験版ということでやはりそこまでね敵がわらわら湧いてくるわけではないようなんですよね。さあそして、先ほどと同じくね本田忠勝と戦っていきたいんですけれども、今回からねキャラクターのデザインが一新されたということで、どうしてもやはり私無双の本田忠勝っていうと銀色のね鎧をまとった牛のっていう姿をイメージするんですけれども、やはり全然ね違いますもんね。そうですね、印象としては若返ったというか、それを言ったら信長もかなり変わりましたよね。溢れ出る魔王の感じはもう鳴りを引く染めてすっかりね好青年になってしまわれて、魔王信長もね好きではあったんですけども、やはりねこちら新鮮でいいですね。ただこの好青年がいかにして魔王になっていくのか、そこら辺ね非常に気になりますね。以上が PS5 でプレイした映像とロード時間になります。通常の PS4 と比べるとやはりロード時間の短さは圧倒的でしたね。まさかここまで差になるとは。そして戦闘画面の映像についてですが、この程度の敵の数であれば通常の PS4 と比べてもそれほど変化があるわけではありませんでしたね。もちろんかなりね滑らかにストレスなくスムーズにプレイすることは可能です。個人的には今後 PS5 版が発売されてくれると一番嬉しいなと思いますが、そのあたりはね、期待して待つことにしましょう。さて次でいよいよ比較最後になります。最後は任天堂スイッチでプレイした映像とロード時間見ていきたいと思います。ここからは任天堂スイッチでのプレイ映像になります。早速ロード時間から測っていきたいと思います。通常の PS4 では約16秒、 PS5 では約2秒でロードが終わりましたが、今回は果たして何秒なのか。さあもう少しで半分過ぎようというところでしょうか。現状も今でもう20秒ですね。さあ結構時間かかってますね。何秒までいくんでしょう。23、4、5。さあ今終わりまして、タイムは26秒46といった形でしたね。 PS5 と比べた場合はこれはもう仕方がないんですけれども、通常の PS4 と比べてもやはりどうしてもスイッチの方がロード時間ちょっとかかってしまうようですね。そして続いては戦闘画面ですね。通常の戦闘画面の映像をご覧いただきたいんですけれども、そうですね、さっと見た感じやはり少し格付きがあるかなといった印象ですね。敵の数とはね PS4 版と比べてもそんなに変化はないように思えるんですけれども、やはり少し FPS が落ちているのか、これどのくらい出てるんでしょうかね。30ぐらいになってるのかな。やはり敵がこうカクカクっとするのが見受けられるかなという印象ですね。さああえて敵の中に突っ込んでいき、さあここでミッション発生。皆さんここの数に注目してください。これ70になってますよね。お気づきでしょうか。先ほどまでお見せしていた PS4 版では100人撃破だったんですよね。どうしてもスイッチ版では他のね機種に比べると一度に描写できる敵の数に制限があったりして敵倒しにくいところもありますので、そこをカバーするといった形でこのようにミッションクリアまで必要な敵の撃破数が他の機種より少なく設定されているようですね。これで、スイッチ版で遊ばれる方も安心してミッション挑めるんじゃないかなと思います。これはありがたいですね。こちらの任天堂スイッチ版も先ほどと同じく本田忠勝を倒すところまでお見せしたいと思います。先ほどね私の方で一度に描写できる敵の数、やはりスイッチは制限があるんじゃないかっていう風にお伝えしたんですけども、これはね体験版だからなのか今のところは PS4 版と比べてもそこまで劇的に敵の数が少ないっていう印象はないですね。ただやはり画面の格付きはね少し感じるかなといった印象ですね。もちろんね製品版が出てもっと
広いエリアで敵がわらわら湧いてくるところになるとかなりね差を感じるかもしれませんが、現状このぐらいの広さのマップでしたらそこまでね敵が少ないなと、あんまり湧いてこないなっていう風には、印象は感じませんね。やはり最もネックになってくるのがロード時間の長さかなと思います。 PS5 と比べるのはまあもうちょっと違うとしても、通常の PS4 と比べてもやはりスイッチの方がロード時間長くなってしまってましたので、その点ね購入される方はご注意いただければなと思います。はい、ということで無事にスイッチ版でも本田忠勝を撃破成功しました。これで後戻りはできなくなったな。いかがだったでしょうか。今回は PS4 版を PS4 でプレイした場合と PS5 でプレイした場合、そして任天堂スイッチ版、この3つをロード時間や戦闘画面の映像等を比較してまとめてみました。戦国無双5を購入しようと検討しているんだけど、どのハードで遊ぶか迷っているっていう方のですね、少しでも参考になれば幸いです。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。無理はするな。